レーザーペッカー様より製品を提供いただき動画を作成しています。ご視聴ありがとうございます。今回はレーザー彫刻機レーザーペッカーの LP5 紹介したいと思います。DIY から小規模なプロダクトまでを想定したレーザーの彫刻機です。前作 LP4 と比べレーザーの出力が強力になっています。まだ使い始めて浅いですが使用感をお伝えしたいと思います。まずは簡単な組み立てが必要です。ネジを4本締めてベース部分を組み立てたらヘッドを乗せて手回しボルト締め込むだけでほぼ完成。説明書も分かりやすく親切になっています。あとは電源をつないで USB ケーブルで各所を接続して電源入れて機械が動き出すまで15分もあれば可能です。電源ケーブルの差し込み部分だけがいまいちかっちりしておらず、ここだけは気になりましたが、あとはすんなりいきました。LP4 と比べるとヘッドユニットが大型化し重くなっています。ディスプレイはなくなりボタンが3つのみと簡素化されていますね。あと外観からわかる違いは保護カバーが一部分取り外せるようになってます。焦点距離を変えないでワークの確認や出し入れが可能となっています。電源入れますとファンの音が大きいです。 LP4 に比べはっきりと賑やかになりました。パソコンとの接続はすんなり。 Wi-Fi ファームウェアのアップデートがアナウンスされますが、これだけはどうもうまくいきませんでした。今回は有線でつないで使っていきます。もう一つ、レーザーペッカーの卓上空気清浄機を接続します。ヘパのフィルタ2層に活性炭が入っていまして、本当に空気をきれいにしてくれそう。こちらは別売りとなりますが、先代の LP4 で経験したことですが、木材に加工しますと煙がすごく発生しますし、金属加工時も細かな塵が多く出ますので、室内作業の場合はこれ必須と言えるアイテム。大きめな電源アダプターが2つになってしまうのは残念ですが、さすが専用品で LP5 との接続は簡単です。さて、彫刻をしていきます。まずは木材でテスト。本機は2種類のレーザーを搭載しており、木材への彫刻はダイオードレーザー450ナノメートルを選択。プリセットから適当な木材を選びます。加工前にプレビューモードにしてヘッドの高さを調整。レーザー2点が重なるように微調整をしていきます。ヘッドの高さを決めたら刻印範囲の調整。四角い枠が刻印される範囲ですから、現物を見ながら位置合わせをしていきます。これで準備は完了。この辺は LP4 と同じ操作ですね。完成したのがこちら。文字がしっかりと彫り込まれています。良い出来っすね。木材の加工は早く。これサイコロみたいに6面彫刻をしていますが、5分くらいで完了します。続いては画像を彫刻。こちらも用意されたプリセットを使っています。LP4 で彫刻したものと同様のものが短時間で完了しました。余裕のパワーに動作速度が上がったことが理由でしょうか。半分程度の時間となってます。見た目は大きくは変わらず、きっちり彫刻がされていまして素晴らしい見た目です。レーザー彫刻はまず木材で試してみると、その仕上がりに大きな満足感を得るでしょう。時間も短く失敗も少なめです。次の対象はアルミの板、アルマイトに色が入っていないものです。金属系の彫刻はファイバーレーザー1064ナノメートルが適しています。LP4 に比べパワーが高いので、金属系の加工は速さを感じます。文字と写真を刻印した結果がこちら。アルミは色入っていないと彫刻は難しめです。彫った部分が白く変色する場合が多く、文字はいい感じとなりますが、画像や写真の場合、光の当たり具合でボケるというか浮いてしまう瞬間がありまして、映像では綺麗に見えますが、実物はちょっとパンチがありません。黒っぽく彫刻をしたいのですが、パワーに深さを上げていくと加工にものすごく時間がかかってしまったり、彫るどころか逆に浮き上がってしまったりと、今のところ満足する出来にはなっておりません。私はアルミに一番彫刻やりたいんですけど、全く取っかかりがつかめず、難しそうだなというのが正直な感想です。続いてはステンレス。
こちらもファイバーレーザー 1064 ナノメートルで刻印をします。LP4 と比べるとパワーが上がっていますからできることが増えました。まず LP5 ではしっかりと彫り込むことが可能となっています。こちらステンレスの 1mm 厚のタグに彫刻を行ったもの。しっかりと深い線が刻まれています。またこちらわざと焦点距離を少し外し熱を多く入れることでステンレスの焼け変色を楽しむことができてます。このキャラクターが持っているラチェットのハンドル部分とスクエア部分がわずかにピンクっぽくなっているのがお分かりいただけるでしょうか。表面の酸化層を変質させてこうなるみたい。パワーを上げていくとより黒い刻印が可能となります。使いこなすと狙った色が出せるようになるらしくチュートリアルがありました。とても綺麗な作例も見つけまして、ここまで使いこなせたら楽しいだろうなと感じます。また焦点をずらす利点として表面が滑らかなまま印字が可能です。彫刻を行いますとどうしても表面は荒れます。布製品で拭き上げるのが難しくなるレベルでザラザラになりますので、オーナメントなどには良いのですが、トレーなんかの実用性を求めるものや細菌繁殖を嫌う食品関係のものには焦点をずらしたこちらの方が向いてます。パワーが上がったことで様々な加工ができるようになってます。ただやれることが増えてしまったので今のところ失敗も多めです。変色にとどめたいのに掘れてしまったり、焦点距離を外しすぎて全く印字がされなかったり、パワーが上がったため扱いも難しくなっており、入力が大きすぎると薄板は歪めてしまうほど。結果反ったりして焦点がおかしくなって濃淡が変に仕上がったり、途中から掘れ出してしまったり、ワークが変形して少し弾けたりしています。押さえジグを作る必要があったり、パラメーターの良いところを見つけるのが難しかったりと LP4 よりも気難しさはありますね。パワーのおかげでクオリティ高いものができそうなんですけど、その扱いは難しく、とっつきにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。こちらはアクリルに刻印を試しています。ガラスなどもそうですが、透明な対象に刻印をする場合、表面をマジックなどで黒く塗ってから行います。透明なままですとレーザーが通過して何も起こりません。綺麗に刻印ができました。側面から光を入れると刻印箇所がぼんやりと浮かび上がって独特な美しさがあるですね。オリジナルで作っていくの面白そうです。様々素材に対して彫刻をやってみて、今のところ金属系は数回のテストプリントが必須という感じ。使い始めは簡単に感じていましたが、仕上がりを求めていくと難しいです。最初から失敗の確率が半分くらい、その後うまくいく確率がまた半分くらいで、材料は失ってばかりです。素材の平面度に依存する部分もあり、作業は楽しいんですけど難しいとかストレスを感じる部分もありますね。一点物への彫刻はかなり緊張する作業というか、今はエイヤでどうなるかって感じ。色付きのアルマイトが乗ってるアルミならやりやすいですが、ステンレスやメッキ相手はまだ自信持ってやることはできてません。対象への影響というのも出るでしょう。表面の酸化層や塗装などを削ってしまい腐食しやすくなったりはあるでしょうし、特定の金属ではファイバーレーザーを当てると表面硬度が下がったりクラックを助長する可能性があるとも聞いたことがあります。錆びたら困る箇所であったり強度が求められる部分に行うのは注意が必要となります。ハードウェアに関しては使っていて合成不足からの不安というのは感じました。LP4 よりも大型化したヘッドに対し支柱は1本の肩持ち、軽く押すだけで動きますし、持ち手で上げるとグワングワンと動きます。今のところ使っていて不具合は起きていませんが、ヘッドとワークスペースが水平であることは重要だと思いますので、ここはもう少し頑丈であってほしかったです。ここからはインターフェース、パソコンのアプリについて。パソコンのアプリは良くないです。改善の余地が多く残ると感じています。できそうでできないことが多め。彫刻機と接続状態にしないとパラメーターが編集できないとか、ワークスペースのサイズ調整すらやり方がわからず、初歩的な部分でまず扱いにくいです。次に完成までの時間がわからないというのは本当に不便です。彫刻始める前も始めてからも完了までの時間というのはわかりません。
彫刻を開始してからは進み具合がパーセンテージで表示がされますが、これも時間の目安にはならないんです。彫刻プレビューの四角い枠の何パーセントというのを表しているらしく、残り 90% からめちゃくちゃ粘って終わらないってこともあります。いつ終わるかわからないというのはストレス大きめ、空き時間でちょっと作業というのを難しくしています。彫刻のパラメータが共通で一つしか選択できないというのも不便です。文字ごとに濃淡をつけていったり、同じマークをだんだんと薄くしていくような彫刻が一度でできず、一つ一つ彫刻してはパラメータを変更していく必要があり、これが面倒です。テスト彫刻用に簡単一括配置機能というのはありまして、それを使いますと一度の彫刻でパラメータは自動で変わっていきますので、機能としては持ってそうなのですが、現状そのような設定はできません。パソコンに対してスマホアプリは開発が優遇されていまして、実験的な新機能として彫刻パラメータの個別設定が実装されていたり、チュートリアル動画もスマホ用が主流ですから、スマホでやろうと考えている方には問題にはならないかも。接続の安定性は素晴らしいと感じてますが、このパソコンアプリの使い勝手の悪さは改善を強く望みたいです。それから、これは以前の LP4 時代から感じていることですが、彫刻範囲のプレビュー時に縁取りでの表示が欲しいです。四角い枠の表示では複雑な形状の場合、どう彫刻されるかが分かりにくく、位置合わせが難しいんです。単純な文字を印刷する場合でも、使うフォントによっては上と下の余白サイズが違いまして、プレビューの四角の中心からずれて刻印されてしまいます。今のところ図形や文字はアプリの機能である囲み線レイヤーを作成。まずはそれをプレビュー1決めに使い、その後レイヤーの表示を本番の画像に切り替えてから彫刻と面倒なことをやっていますが、これを一発でスッといける機能がぜひ欲しいと感じています。レーザーペッカーの最新機種 LP5。できることは増えました。ただそのパワーを手なずけるには使い倒す必要がありそうです。スタートキットに入っているものだけでは素晴らしい成果というのは得られないと感じました。個人的にはチャレンジングな LP5 を好みますが、これからレーザー彫刻を始めようって方には LP4 も良い選択となるでしょう。どちらにせよ高額ですが、LP5 はもはや入門に勧められる値段ではありません。短時間である程度の結果が出せるのが LP4 で、じっくりやって良い成果出そうなのが LP5 という印象でした。パソコンアプリの不満はサポート様に相談したところ、順次改良予定とのお返事でした。ソフト面のさらなる改良に期待です。レーザーペッカーの製品群、用途に合いそうでしたらお試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。